ゆっくり解説。涙なくしては見られない。昭和アニメ衝撃と感動の最終回ランキングトップ10。皆さんこんにちは、レイムです。ねえマリサ、子供の頃に見ていたアニメって、不思議と最終回だけは鮮明に覚えていたりしないかしら？ああ、わかるぜ。テレビの前で固唾を飲んで結末を見守ったよな。というわけで、今回のテーマは昭和アニメ、衝撃と感動の最終回ランキングトップ10だ。待ってました。嬉しい結末もあれば、涙が止まらない結末もあって、一つ一つの最終回に、大切な思い出が詰まっているわよね。その通りだぜ。昭和アニメは奥深いからな。子供向けと侮るなかれ、そのテーマの深さやメッセージ性は、現代の作品にも決して引けを取らない。だからこそ今でも心に残ってるんだ。あ、そうだ。今回は最終回の核心にがっつり触れるから、ネタバレが嫌な人は、ここで視聴を止めるのを推奨するぜ。そうね。それでも大丈夫な方は、皆さんの心に残る最終回もぜひコメントで教えてくださいね。それでは、早速ランキングを見ていきましょう。第10位。海のトリトン。1972年。第10位は、海のトリトンね。イルカに乗った緑の髪の少年っていうイメージが強いけど、最終回がそんなに衝撃的だったの？ああ、その爽やかなイメージが根底から覆されるんだぜ。第10位は1972年に放送された海のトリトンだ。この最終回の何が伝説かって、それまで視聴者が信じてきた正義と悪の立場が、最後の最後で完全にひっくり返る。まさに衝撃のどんでん返しが描かれたことなんだ。主人公が悪の親玉を倒してめでたしめでたし。なんていう、単純な話じゃ全くないんだぜ。どういうことなの？主人公のトリトンが、実は悪者だった。とかそういう話なの？そこが本当に奥深いところなんだ。トリトンは最後まで正義を信じて戦うんだが、その結果、彼は図らずも虐げられてきた人々を、自らの手で全滅させてしまうことになるんだ。これまでトリトンは、自分の一族を滅ぼしたポセイドン族を絶対的な悪だと信じて戦ってきた。でも最終回で、そのポセイドン族こそが、トリトンの祖先であるアトランティス人によって神への生贄として暗い海底都市に追いやられた、被害者の末裔だったという衝撃の事実が明かされるんだぜ。そんな、じゃあトリトンがずっと倒そうとして戦ってきた相手は、本当はただ平和に暮らしたいと願っていただけの人々だったっていうの？あまりにも悲しすぎるわ。その通りなんだ。ポセイドン族の長老は、トリトンに、我々はこの狭い世界の外に出たかった。トリトン族を倒して平和に暮らしたかっただけなのだ。という悲痛な本心を告げるんだ。正義のための戦いが、結果的に救いを求める人々を根絶やしにしてしまうなんて、子供向けアニメとは思えないほど残酷な結末だよな。この作品は、後に機動戦士ガンダムを生み出す富野義行監督の、記念すべき初監督作品なんだが、こうした単純な完全懲悪で終わらせない作風は、まさに富野節の原点と言える。だからこそ、多くの人の心に忘れられない傷跡と深い問いを残した、伝説の最終回として今も語り継がれているんだぜ。第9位。ガンバの冒険。1975年。第9位は、ガンバの冒険だね。これも有名だけど、最終回はどんな感じだったの？ああ、第9位は1975年のガンバの冒険だ。この最終回は、絶望的とも言える巨大な敵に、小さなネズミたちが知恵と勇気、そして仲間との絆で立ち向かう、アニメ史に残る熱い戦いが描かれているんだぜ。敵って、あの白いイタチの呪いでしょ？そんなに強かったんだ。ただのイタチじゃないぜ。呪いは普通のイタチの3倍もある巨体で、まさに白い悪魔だった。あまりの戦力差に、ガンバたちが立てた作戦は、呪いを激しい渦潮に巻き込むっていう、自分たちの命も危うい捨て身の策だったんだ。渦潮に、そんな無茶な作戦じゃないと勝てないくらい、追い詰められていたのね。その通りだぜ。そしてこの最終回のすごいところは、その渦潮に飲まれても呪いが生き延びるところだ。傷を負いながら島に這い上がり、
殺戮の本能だけでネズミを襲う姿はトラウマ級の恐ろしさだったぜ。だが、ガンバも生きていたんだ。死んだと思われたガンバが呪いの首にしがみつき、仲間が一斉に組みついて、ついに巨大な悪を打ち倒すんだ。うわぁ、想像しただけで鳥肌が立つわ。小さな体で、みんなで力を合わせて、まさに冒険の集大成ね。そうなんだ。そして戦いが終わって、新たな旅立ちの時に詩人が読む詩がまた泣けるんだぜ。私たちは小さなネズミです。だから余計わかるのです。この素晴らしい広さを。ってな。絶望的な戦いを乗り越えたからこそ、その言葉の重みが胸に響く。小さな命たちが掴んだ偉大な勝利を描いた、本当に感動的な最終回なんだぜ。第8位、未来少年コナン、1978年。第8位は、未来少年コナンね。宮崎駿監督の作品よね。これも最終回がすごいの？ああ、第8位は1978年に放送された未来少年コナンだ。ここまで衝撃的な最終回が続いたが、この作品は真逆だぜ。これほど大団円という言葉がふさわしい。希望に満ち溢れた最終回は他にないと言っても過言じゃない。大団円、いい響きね。最終戦争の地の、荒廃した世界が舞台だったって聞いたけど、どうやってそんなハッピーエンドを迎えられたの？まさに奇跡の大逆転劇なんだ。宿敵レプカの野望を打ち砕くだけじゃなく、それまで敵だったキャラクターたちも含めて、みんなで手を取り合って新しい未来へ進んでいく。その過程が本当に見事なんだぜ。敵だった人たちまで仲間になるなんて、すごく胸が熱くなる展開じゃない。そうなんだ。物語のクライマックス、巨大空中要塞ギガントからの決死の脱出劇では、コナンの超人的な活躍はもちろん、最初は敵だったインダストリアのモンスリーや、利己的だったダイス船長も、コナンの仲間として共に戦うんだ。そして最大の奇跡は、地殻変動によって海から緑豊かな新しい大陸が隆起することなんだぜ。新しい大陸が生まれる。まるで物語の登場人物たちを祝福しているみたいね。じゃあ、みんなでそこに向かうの？その通りだぜ。最終話のタイトルは、ズバリ大団円。その名の通り、すべてのキャラクターが救われて、新しい世界へと船出するんだ。文明の破壊と再生、自然との共存といった、後の宮崎作品に一貫して流れるテーマを、この時点で完璧に描き切っている。見る人すべてを幸せな気持ちにしてくれる。まさに伝説の最終回なんだぜ。第7位、サイボーグ009、1979年版。第7位は、サイボーグ009ね。009たちの戦いにも、ついに終わりが来たっていうことかしら？ああ、第7位は1979年版のサイボーグ009だ。だけど、この最終回はただ敵を倒して平和が戻りました。っていう単純なハッピーエンドじゃないんだ。むしろ、戦いの虚しさと、敵であったものへの哀愁さえ感じさせる、非常に哲学的でビターな結末が待っているんだぜ。哲学的？サイボーグ戦士たちの物語なのに、なんだか意外だわ。一体、最後の敵は誰だったの？それがこの物語の核心なんだ。敵だと思っていたネオブラックゴーストのミヒトの司令官は、実はたった一人の人物だった。そして、その狩猟を陰で操っていた黒幕は、神を名乗る超知性体。その姿は、まるで北欧神話の神、オーディンのようだったんだ。物語のスケールが一気に神話の領域まで飛躍するんだぜ。神様が黒幕？ああ、厳密には本物の神様というより、神のごとき力で宇宙の秩序を司ろうとする存在だな。彼はサイボーグたちに神の戦士に加われと誘いをかけるんだが、それで、どうやって神様に立ち向かったの？立ち向かったのは、009たちだけじゃなかった。敵の司令官芝の前の半身であるガンダールという人物が、この物語の鍵を握るんだ。彼はサイボーグたちとの交流の中で人間としての心に目覚め、神であるオーディンからの誘いを拒絶して、人間として死ぬことを選んだんだ。そして、悪の半身である芝と再び一つになることで、黒幕もろとも消滅する道を選んだんだぜ。なんてこと、敵でありながら、
最後は自らの犠牲で世界を救ったっていうことなのね。切なすぎるわ。ああ、だから戦いが終わった後、ギルモア博士はこう言うんだ。我々が勝ったのではない。彼らが自分自身の良心に負けたのだってな。これは単なるヒーローの勝利譚じゃない。敵の中にもあった善の心、そして人間とは何かを問いかける、忘れがたい余韻を残す伝説の最終回なんだぜ。第6位、宇宙戦艦ヤマト、1975年。第6位は、ついに来たわね。宇宙戦艦ヤマトよ。この作品の最終回を知らない人はいないんじゃないかしら？ああ、まさに王道中の王道だな。第6位は1975年に放送された宇宙戦艦ヤマトだ。この最終回が伝説なのは、地球を救うという壮大な目的を達成した感動と、そのために払われたあまりにも大きな犠牲の重みが、俺たちの胸に深く突き刺さるからなんだぜ。本当に長い旅だったものね。イスカンダルに着いた時の感動は大きかったけど、そこで衝撃の事実が明かされるのよね。そうだぜ。なんと、目的地イスカンダルと宿敵ガミラスが、すぐ隣にある二重惑星だったんだ。これには古代進むたちも愕然としたよな。そして、地球への帰還を急ぐヤマトに、あのデスラー総統が最後の戦いを挑んでくるんだ。ヤマト艦内に乗り込んできての白兵戦は、まさに執念の塊だったぜ。デスラーとの決着もすごいけど、やっぱりヤマトの最終回で忘れられないのは、沖田艦長よね。ああ、多くの仲間を失った旅の終わり、ようやく地球が見えてきたその時、沖田艦長は艦長室の椅子に座って、静かに息を引き取るんだ。もうあのシーンは涙なしには見られないぜ。地球か。何もかも、皆懐かしい。っていう最後のセリフが、本当に心に染みるのよ。地球を救いたいっていう、その一心だけで戦い抜いた人の言葉だから、重みが違うわ。その通りだぜ。多くの犠牲という、あまりにも大きな代償を払って、ヤマトはようやく地球を救ったんだ。ただのハッピーエンドじゃない、感動と悲しみが深く入り混じった。だからこそ永遠に忘れられない。これぞ伝説の最終回だぜ。第5位、フランダースの犬、1975年。第5位は、フランダースの犬。もう、このタイトルを聞いただけで胸が苦しくなっちゃうわ。ああ、日本で最も有名な最終回と言ってもいいだろうな。第5位は1975年に放送されたフランダースの犬だ。この最終回は、単なるアニメの枠を超えて悲劇の代名詞として、俺たちの記憶に深く刻み込まれた、正真正銘の伝説だぜ。あんなに優しくて絵が上手なネロが、どうして最後まで報われることがなかったのかしら。大人になった今見ても、やっぱり涙が止まらないわ。まさにそこなんだよな。この最終回が伝説として語り継がれるのは、純粋で心優しい主人公が、どんなに真面目に努力しても全く報われず、むしろ社会の理不尽さによって追い詰められていくっていう、あまりにも救いのない結末を描き切ったからなんだ。おじいさんが亡くなって、最後の希望だった絵のコンクールにも落選して、挙句の果てには火事の犯人にまで疑われて、ネロから笑顔が消えていくのが本当に辛かったわ。その絶望の果てに、クリスマスの夜、吹雪の中をさまよったネロとパトラッシュが大聖堂にたどり着くんだ。そこで、ずっと見たがっていたルーベンスの絵を前にして、二人は静かに天に召されていく。あのシーンはあまりにも有名だよな。天使たちがネロとパトラッシュを迎えに来るシーンは、すごく綺麗だったけど、綺麗だからこそ余計に悲しくて、涙が止まらなかったのを覚えてるわ。ああ、あの神聖な美しさは、当時の日本中の子供たちに強烈な衝撃と、ある種のトラウマを与えたんだ。だからこそ、アニメの枠を超えた社会現象にまでなった。このあまりにも悲しく、そして美しい魂の焦点を描いた最終回は、永遠に語り継がれる伝説なんだぜ。第4位、機動戦士ガンダム、1980年。第4位は、ロボットアニメの歴史を変えた、機動戦士ガンダムね。最終回、アムロとシャアの決着はどうなったのかしら？ああ、第4位は1980年に放送された、機動戦士ガンダムだぜ。この最終回は、
単に戦争の勝敗が決まるだけじゃない。主人公アムロレイが、戦争という極限状況の中で、ニュータイプとして完全に覚醒し、一人の人間として大きく成長を遂げる、まさに魂の物語なんだ。ニュータイプへの覚醒。ただのロボットのパイロットじゃなくなったってことね。その通りだ。最終決戦の地、アバオア空で、アムロは宿敵シャアガカルジオングと宿命の対決を迎える。その戦いは凄まじく、ガンダムはついに頭と左腕を失ってしまうんだ。だが、それでも残った右腕でジオングの頭を撃ち抜く。このラストシューティングは、アニメ史に刻まれた伝説の名シーンだぜ。ガンダムが壊れても戦い続けるなんて、アムロの執念が凄まじいわね。あの絵のインパクトは、今見ても鳥肌が立つわ。戦いはそれだけじゃ終わらない。モビルスーツを失った後、二人は要塞の中で生身のまま、フェンシングで剣を交えるんだ。まさに因縁の宿敵との、最後の肉弾戦だ。そしてその戦いの中で、アムロはニュータイプとして完全に覚醒する。ガンダムを失い、一人絶望的な状況に置かれても、その研ぎ澄まされた感覚で仲間たちの意識と共鳴し、まだ生き残っている仲間たちがどこへ行けば助かるのかをテレパシーのように伝え、みんなを安全な場所へと導いていくんだぜ。すごい。離れていても、心が繋がって仲間を助けたのね。ああ、そして仲間たちの声に導かれて、アムロは僕にはまだ帰れる場所があるんだ。こんなに嬉しいことはないって気づくんだ。戦争の道具としてではなく、一人の人間として仲間の元へ生還する。戦争の終結と、人と人が理解し合う未来への希望を描いた。だからこそ、機動戦士ガンダムの最終回は伝説なんだぜ。第3位、タイガーマスク、1971年。第3位は、タイガーマスクね。正義のヒーローの代名詞みたいな作品だけど、最終回は一体どんな結末を迎えるの？ああ、多くの人がタイガーマスクを正義のヒーローだと思っている。だからこそ、この最終回は伝説なんだ。第3位は1971年に放送されたタイガーマスク。これはヒーローの勝利譚じゃない。一人の男が、自らの正義を貫いた果てに、その全てを失っていく。あまりにも苦く、救いのない物語なんだぜ。全てを失う。虎の穴との最後の戦いに、勝つんじゃないの。試合には、勝つ。だが、魂で敗北するんだ。最後の敵は、虎の穴のボスにして最強のレスラー、タイガー・ザ・グレート。その戦いはもはやプロレスではなく、壮絶な殺し合いだった。子供たちのためにフェアプレーを貫いてきたタイガーは、徹底的な狂気攻撃で追い詰められ、血の海に沈むんだ。ひどい。正義を貫こうとするタイガーが、そんな目に遭うなんて。本当の地獄はここからだ。グレートは割れた机の破片を凶器に、タイガーにとどめを刺そうと振り下ろした。その一撃はタイガーの額をかすめ、マスクを無残に引き裂いてしまったんだ。テレビ中継のカメラの前で、日本中の人々の前で、そして何より、ちびっこハウスの子供たちの前で、英雄タイガーマスクの正体、伊達直人の素顔が晒されてしまったんだ。そんな、じゃあ、子供たちが応援していたタイガーマスクは、自分たちをずっと見守ってくれていた、あの優しい直人お兄ちゃんだったって、最悪の形で知ってしまったの。その通りだ。その素顔が晒された瞬間、リングの上で英雄、タイガーマスクは死んだんだ。日本中の期待を背負い、子供たちの夢を体現していた正義のヒーローは、囚人監視の中で仮面を剥がされ、残ったのは、虎の穴出身の、ただの伊達直人。英雄の仮面を失った絶望から、直人の感情の枷は外れた。虎の穴からもらったものを叩き返す。それで俺は伊達直人に帰るのだ。そう叫んだ彼は、封印していたはずの、虎の穴で叩き込まれた全ての残虐非道な反則技を、今度は自らの手でグレートに叩き込んでいく。それはもう、復讐の鬼だったぜ。観客は、子供たちは、信じていたヒーローの表変に、ただ言葉を失うしかなかった。そんなのってないわ。子供たちのために反則を封印したのに、子供たちの前で、最も見せてはいけない姿になってしまうなんて、まるで、自分自身を処刑しているみたいじゃない。
まさにその通りだ。彼は過去の呪縛を断ち切ったが、その代償として、未来の全てを失った。子供たちの元へはもう帰れない。彼は誰にも何も告げず、たった一人で日本を去っていくんだ。原作ではナオトは死んでしまうんだが、アニメ版はもっと残酷だ。血にまみれた過去と、英雄でいられなくなった現実、その全てを生涯背負って、生きていかなければならないんだからな。勝利したはずの主人公が、何一つ報われることなく全てを失う。この救いのなさが、タイガーマスクを唯一無二の伝説にしているんだぜ。第2位、科学忍者対ガッチャマン、1974年。いよいよ第2位ね、科学忍者対ガッチャマンよ。2年間も続いた大人気アニメだけど、どんな最終回だったのかしら？第2位は1974年に放送された科学忍者対ガッチャマンだ。この最終回は、ヒーローの華々しい勝利を描くものじゃない。地球を救った真の英雄の功績が、仲間たちにさえ知られることなく、永遠に闇に葬られるという、あまりにも切なく皮肉な結末なんだぜ。地球を救ったのに、誰もそのことを知らないの？どういうこと？キャラクターの最終目的は、地球の核に爆弾を送り込んで星ごと破壊するブラックホール作戦だった。しかも、その黒幕だった総裁 X は忠実な部下であったカッツェさえ裏切りくれてやる。粉々になった地球をくれてやると言い残して一人宇宙へ逃げてしまうんだ。ひどい。じゃあ、残されたカッツェはどうなったの？こんな結末を迎えるなら、人間のままでいたかった。と嘆きながらマグマの中へ落ちていくんだぜ。だが、問題は残された地球破壊装置だ。ケンたちがどんなに手を尽くしても、それは止まらない。まさに万事休すだった。そんな絶望的な状況で、どうやって地球は救われたの？コンドルの女王が何かしたのよね。だが、多くの人が思っているような、派手な自己犠牲じゃないんだ。ジョーは余命いくばくもない体で、仲間に見取られながら、これが俺の生き方だったのさと言い残して、静かに息を引き取る。そして、その直後、奇跡が起きるんだ。止まらなかったはずの地球破壊装置が、突然停止したんだぜ。じゃあ、やっぱりジョーの魂が奇跡を起こしたとか？いや、違うんだ。実は、最終回の冒頭で、まだ息のあったジョーが、カッツェに最後の一撃として投げた一本の羽手裏剣があった。それはカッツェを倒すには至らなかったが、その羽手裏剣こそが、地球破壊装置の機構に偶然、あるいは必然的に作用し、停止へと導いたとされているんだ。ケンたち科学忍者隊の仲間たちでさえ、なぜ装置が止まったのか、その本当の理由を知らないまま物語は終わるんだぜ。そんな、じゃあ、地球を救ったのは、ジョーのあの時の一撃だったのに、ケンたち科学忍者隊の仲間さえも、その事実を知らないまま物語は終わるの？そういうことだ。地球を救った最大の功労者が誰にも知られることなく、ただ静かに死んでいった。このあまりにも切ない、誰も知らない真実こそが、この最終回をアニメ史に残る、ほろ苦い伝説の名作にしているんだぜ。第1位、明日のジョー2、1981年。そして、栄光の第1位は、やっぱりこの作品よね。明日のジョー2。昭和アニメの最終回を語る上で、この作品は絶対に外せない。すべての伝説の頂点に立つ、アニメ史上の金字塔だ。第1位は1981年放送の明日のジョーに、そのラストシーンは、もはや芸術作品と言ってもいいだろうな。ホセメンドーサとの世界戦。思い出すだけで、胸が締め付けられるわ。ジョーはもう、戦う前からボロボロだったのよね。その通りだぜ。体は重度のパンチドランカーに蝕まれ、まともに戦えるような状態ではなかったんだ。相手はボクシング史上最強と呼ばれる無敵のチャンピオン、ホセメンドーサ。誰もがジョーの惨敗を予想していただろうな。でも、ジョーは戦った。何度倒されても、何度でも立ち上がって。その姿は亡霊のようだった。闘志だけで立ち上がるジョーの姿に、最強のはずのホセが恐怖し、怯えるんだ。観客も俺たちも、ただ固唾を飲んでその壮絶な死闘を見守ることしかできなかったぜ。そして、
15ラウンドを戦い抜いて、結果は判定負け。でも、ジョーの顔は、すごく穏やかで、満足そうだった。ああ、すべてを出し尽くしたんだ。コーナーに戻ったジョーは、陽子にグローブを渡し、静かに微笑んだ。そして、そのまま動かなくなった。燃え尽きて、真っ白な灰になったようにな。あのシーンは、本当に言葉にならないわ。日本中が衝撃を受け、涙した。そして、ジョーは死んだのかという国民的な論争まで巻き起こしたんだ。ただひたすらに燃え尽きた男の、あまりにも美しく壮絶な最後。これを超える最終回は、もう二度と現れないだろうな。総評、まとめ。こうして振り返ってみると、昭和のアニメの最終回って、本当に一つ一つが強烈なメッセージを持っていたのね。ただ面白かっただけじゃなくて、子供心に深く刻み込まれる何かがあったわ。ああ、その通りだぜ。希望に満ちた大団円もあれば、涙なくしては見られない悲劇もあった。今回紹介した作品は、単なる子供向けの娯楽じゃない。人生の喜びや悲しみ、時には理不尽さまで描き切った。まるで文学のような深みがあったんだ。だからこそ、何十年経った今でも、私たちの心に残り続けているのね。今回のランキングには入らなかったけど、私にとっての一番はこれ。っていう最終回も、きっとたくさんあるんでしょうね。間違いないぜ。ぜひ、あなたの心に刻まれた伝説の最終回を、コメント欄で熱く語ってくれると嬉しいぜ。この動画が、あなたの懐かしい思い出を振り返るきっかけになったなら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また次回の動画で会おうぜ。